ちょっとお疲れのあなたが読むだけでふわっと癒される本。そのちょっとの疲れ、スーッと消えますよ。過去の失敗が忘れられず、心が苦しくなります。過去の失敗を一回だけ人に話してすっきり忘れる。誰でも過去に大きな失敗や大切な家族や友人を失うなど、心に傷を負った経験があると思います。いわゆるトラウマ、心の傷は思い出したくないのに思い出してしまう。思い出さないようにすると余計思い出して苦しくなります。例えば、ある女性が失恋して、まず A さんに彼氏に振られたと話します。翌日 B さんに彼氏に振られたと話し、また次の日に C さんに彼氏に振られたと、毎日のように自分の苦しい体験を話していました。そうすると、彼氏に振られたという苦しい体験が記憶として定着します。一般的に2週間以内に同じことを3回アウトプットするとしっかりと記憶に定着する。つまり忘れられなくなります。それではどうすればいいかというと、1回だけじっくり話して、あとは忘れるという練習をすればいいのです。精神科のカウンセリングも過去のことを聞くときは何度も同じことを聞くと記憶が強化されてトラウマが悪化するので細心の注意を払います。タイミングを見計らい、じっくりと時間をかけて1回は聞きますが、1回聞いたら当面は聞かないという形でカウンセリングを進めていきます。また、過去の苦しい体験を忘れる方法として文章に書き出すのもおすすめです。心理療法の一つに筆記療法があります。自分が感じたことを全部文章で書き出してストレスを発散します。話し相手がいなくても一人でできます。書いて表現すると癒しになります。会話だとつい何度も話したくなりますが、文章として一度書き出すと翌日もう一度同じことを書きたいとは思いません。書くという作業は心の荷下ろしに最適です。荷下ろしとは重たい心の荷物を下ろして手放すことです。どうしても引っかかることがあれば一度すべて書き出してみてください。すっきりしてすごく楽になると思います。人間関係が最もストレスになってしまうのはなぜですか？人間関係はそもそも煩わしい。ストレスをスルーする技術を身につけよう。人間関係がすごくストレスだというのは、人の言うことや態度を真に受けてしまうからです。スペインの闘牛を思い浮かべてみてください。巨大な猛牛があなたに向かってきます。あなたはこの牛を盾で真正面から受け止めようとしています。体当たりをされれば跳ね飛ばされるでしょう。一度目は踏ん張れても、牛は何度でも体当たりしてきます。そして結局跳ね飛ばされます。一方、プロの闘牛士は牛とぶつかることはありません。ひらりひらりとかわします。これはストレスをスルーしているのと同じです。だから跳ね飛ばされることもなく、そのうち牛の方が疲れてしまいます。ストレスは日常生活の中にいくらでもあります。毎日楽しいことばかりではありません。私もこれまで20カ所くらいの職場で働いてきましたが、人間関係が円満だった職場はありませんでした。ですから、今の職場が辛いからといって転職しても、人間関係の煩わしさはついて回ります。それよりもスルーできるテクニックを身につけた方がいい。日本人は真面目すぎるので、ストレスをまともに受けてしまいます。メンタル疾患になりやすい人ほど真面目で、ストレスに必死に立ち向かいます。しかし、職場の人間関係などどうでもいいのです。会社を辞めれば二度と会わない、それっきりの関係です。そんなものにエネルギーを費やしてはいけません。それより家族やパートナーを大切にすることにエネルギーを費やすべきです。ユダヤの格言に、10人いれば自分を悪く思う人が1人いる。自分に対して好意的な人は2人いる。残りの7人は何とも思っていない。があります。だからあなたを嫌う人は適当にあしらいスルーすればいいのです。自分に好意を持ってくれる人や大切に思ってくれる人と仲良くするだけで毎日が楽しくなります。会社を辞めたくて仕方ないのですが、スキルもキャリアもありません。3ヶ月後に提出する辞表を書く。
3人以上に相談する。会社を辞めたい人はたくさんいますが、みんながみんな辞めるわけではありません。踏みとどまった人はなぜ辞めなかったのでしょうか。例えば、時間管理コンサルタントの石川和夫氏は20代後半に会社を辞めたいと思ったそうです。しかし、転職しても何のスキルもないため苦労することが目に見えていました。そこで今の職場でスキルとキャリアを身につけようと思い、人が嫌がる仕事も率先して行い、営業先で怒られてもその人が将来のお客さんになると思って学ぶようにしたといいます。するとお金をもらいながら経験が積めるのだと考えられるようになって会社が楽しくなり、結局辞めなかったそうです。このように現在の苦しみが将来役に立つことがわかると人は頑張れます。私がおすすめする方法は、会社を辞めたくなったら3ヶ月後に出す辞表を書くことです。辞表を机の引き出しに入れて3ヶ月後に辞める前提で働きます。すると、どうせ3ヶ月後には辞めるんだと心に余裕ができたことから、職場を客観的に見られるようになり、いいことが目につくようになります。給料は業界でもいい方だし、休日出勤もない。そして多くの人が転職してから後悔している噂も聞こえてくる。みんな辞めてから前の会社の良かった点に気づきます。つまり3ヶ月後に出す辞表を書くことで、辞めた後に気づくことを先取りして気づいてしまおうということです。それでもいいところが見つからなければ3ヶ月後に本当に辞めればいいのです。誰にも相談せずに会社を辞める人は大抵後悔します。ですから必ず退職、転職を経験した3人以上に相談してください。できれば転職で成功した人と転職で失敗した人の両方の意見を聞きましょう。退職、転職のメリットとデメリットを知ることで、後悔のない、より正しい決断ができるはずです。仕事でちょっと疲れている。家事、育児で疲れている。人間関係が面倒。いろいろストレスが溜まっているという人はいませんか？ちょっとお疲れという人は非常に多いと思います。そんな人に手に取ってほしいのが本書です。私は今までアウトプットする、行動することで現実を変える本を作ってきましたが、本書では全く行動する必要がありませんのでご安心ください。仕事で疲れていても、気分が少し落ち込んでいても気楽に手に取ってみる。読むというよりはパラパラと見るくらいならできますね。読むだけ、見るだけで別に行動しなくても癒しの言葉が目に飛び込んできて気分が楽になるのです。私は YouTube チャンネルを9年間毎日更新しています。5000本の動画がアップされており、今まで5000本の悩みにお答えしてきました。その中でも再生回数が多いもの、コメント欄で反響が大きかった動画、人気のある動画、つまり皆さんに必要とされている動画を元にして本書を作りました。各項目ごとに QR コードがついています。スマホで QR コードを読み取っていただくと、その項目の元になった YouTube 動画が再生されます。本を読むのが面倒、本を読む元気がないという人は、本を全く読まなくても動画を見ていただければ本に書かれている内容を学ぶことができます。一冊で2倍楽しめる、2倍癒される、今までになかった本の読み方を体験してください。あなたのストレスや疲れの解消に役立てていただけましたら幸いです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回はちょっとお疲れのあなたが読むだけでふわっと癒される本という本をご紹介します。皆さん、ちょっとお疲れの時ってありますよね。現代社会を生きていれば、平日は仕事や家事や人間関係でちょっとお疲れ。休日にまでそのことを引きずってちょっとお疲れ。そしてそのちょっとが毎日毎日積み重なって大きな疲労、やがては病気などにつながっていっちゃうかもしれません。ですからお疲れはちょっとのうちにふわっと癒していった方がいいんです。著者は精神科医で作家の樺沢紫音さん。情報発信によるメンタル疾患の予防をご自身のビジョンとし、YouTube やメルマガなど累計90万人を超えるフォロワーに情報発信をされている樺沢さん。
その著書も40冊を超え、累計発行部数230万部を超える大人気の作家さんでもあります。そんな彼が、ちょっとのお疲れをふわっと癒す、読むだけで明るい思考に切り替わる方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。仕事を続けられる人と辞めてしまう人の違いって何ですか？レジリエンス、心のしなやかさの違いかも。仕事を辞める時の理由は様々です。仕事内容や職場環境が合わないからかもしれませんし、人間関係が悪くなったからかもしれません。もしかすると、レジリエンスの低さが仕事を辞めたくなってしまう原因かもしれません。レジリエンスとは心のしなやかさです。レジリエンスが低いとメンタル疾患になりやすく、レジリエンスが高いとストレスに柔軟に対応できます。レジリエンスとはいわば心のバネです。弾力があればストレスがかかっても心へのダメージを緩めたり受け流したりすることができます。一方、レジリエンスが低ければストレスの直撃を受けてしまいます。特に職場ではストレスを受ける機会が多くなります。職場というのは最初から楽しかったりやりがいを感じたりできるところではありません。プレッシャーだってあります。誰でもそうなので深刻にならないこと。常に深刻に受け止めてしまうとストレスに耐えられなくなって仕事を辞めたくなります。逆に楽しむくらいの余裕を持った方がいいでしょう。もし苦手な仕事であれば、自分の苦手を克服するチャンスだと思ってみる。これがなんで苦手なことをやらされるんだろうとネガティブに捉えると辛くなります。何事でも自分の成長のチャンスだと捉えましょう。人は物事を楽しめる能力を持っているかいないかで人生の楽しさが変わってきます。楽しめる能力がない人はどんな職場に行っても苦行です。自分が成長して変わっていこう。自分の持っている能力を生かして楽しもう。と心がければ楽しく仕事を続けられるようになり、レジリエンスを高めることになります。昨日できなかったことが今日できるようになることが成長です。日々の仕事の中に小さな成長を発見できるようになると仕事は楽しくなります。仕事を人に頼んだり、人を頼ったりすることができません。工夫した頼み方で相手との信頼関係を築きましょう。人に仕事を頼んだり、人を頼ったりすることができない人は結構います。これにはいろいろなケースがあります。例えば、事前に了承を得ていたにもかかわらず、いざ頼もうとした時に相手が忙しそうにしていると尻込みして頼めなくなってしまう人。また、相手が部下で本来仕事を頼むことは当然の関係であるにもかかわらず、仕事を任せられないという人も結構います。人に頼れなかったり任せられなかったりするのは、相手との信頼関係が不足している可能性が高いです。本当にお互いに信頼関係が築かれていれば、相手を頼ることができますし、安心して任せることもできます。責任ある仕事を任せられるということは、自分が信頼されている証拠であり、むしろ嬉しいと感じるでしょう。一方、相手に頼れなかったり任せられなかったりするのは、相手のことを十分に信頼していないからです。相手も自分は信頼されていないかもと思っているかもしれません。まずは自分から心を開いて相手を信頼することから始めなければなりません。その上で信頼している証として仕事を依頼して任せるのです。そうすると相手も自分が信頼されていることに気づきます。こうしてお互いに助け合いながら信頼関係を深めていきます。この時、本当は迷惑ではないにもかかわらず、相手に迷惑をかけてしまいそうと思ってしまうと、信頼関係はいつまでも築けません。人に頼むのが苦手な人は頼み方を工夫しましょう。
先日の資料が素晴らしかったので、またお願いできるかなとその人に頼む理由、その人の得意、長所と合わせて伝えることで、相手が喜ぶ頼み方ができます。女性の大半はイケメンが好きだと聞いているので、ブサメンの自分には自信が持てません。自分の持っている情報が思い込みではないのか調べてみる。相談者は、女性の大半はイケメンが好きという情報が本当かどうか調べてみたのでしょうか。ネットで女性に好かれる男性の特徴や女性に嫌われる男性の特徴を検索すると、たくさんの情報を見つけられます。私が調べた結果では、女性に好かれる男性の特徴に顔がいいがトップだった例はありません。トップに多かったのは清潔感です。そして背が高い、イケメン、筋肉質、肌が綺麗と続きました。結婚相手として求める特徴には、お金があることや一流企業に勤務が加わります。ある調査によると、イケメンを条件にしている女性は3割程度。つまり、イケメンは好かれるための決定的な条件ではないのです。ですから、もしイケメンでなければ、それ以外の努力をすればいいのです。身長以外は努力で何とでもなります。筋肉質には筋トレで、収入は仕事で増やせます。性格だって日頃から女性に心遣いを見せたり、優しくあろうと努力すれば変わります。私たちは心理学でいう認知バイアス、思い込みにより自分が求めている結果を探します。イケメンでなければモテないも認知バイアスです。その思い込みでイケメンはモテるという記事ばかりが目についてしまうのです。他にも、自分は内気なので人前で話すことが苦手で困っているという人がいますが、私の調査によると、世の中の人の8から9割は自分のことを内気で話し下手だと思っています。社交的で話も上手だと思っている人は1から2割程度です。多くの人が認知バイアスで結論を出して逃げているのです。つまり、あなたのストレスはあなた自身が作り出しています。これを防ぐには、冷静になって調べてみることです。スマホで検索すれば3分でわかります。たった3分の検索で、自分は思っていたほどダメじゃないとプラス思考に切り替えられるのです。存在感が薄いのを直したいです。話の輪には入れず、人間関係がうまくいきません。無理して話の輪に入らなくてもいいのです。存在感が薄いのもいい個性。おしゃべりな人がいて、無口な人がいて、時々喋る人がいて、そのグループはバランスが取れます。話し役だけではなく、聞き役も必要なのです。場を盛り上げないととか、もっと会話の中に入らないととか、次のタイミングでこの話に入ろうとか、そんなことを考えていたら楽しくないし疲れてしまうでしょう。グループにはリーダー的な人がいて、話を回すような役割をしています。そういう風になりたいのもわかりますが、それはそれで結構大変だったりします。盛り上げ役はそれはそれで疲れるし、気を配ったりして苦労する部分もあるんですよ。おしゃべりな人も話が苦手な人も、存在感が濃い人も薄い人もいていいんじゃないでしょうか。明るくなりたい、外交的になりたい、みんなを楽しくしたいと言いますが、みんなが外交的でおしゃべりだと収拾がつきません。存在感が薄いからみんなに好かれていない、モテないとは一概には言えないと思います。そういうのを極端に気にしたり、心配したり、卑下したり、コンプレックスに思ったりすることが、自分で自分の辛さを強調してしまうのです。本来の自分と違う性格や役割を無理して演じるのは、ものすごいストレスになり、楽しくありません。自分らしくないので長く続きません。最終的に存在感の薄い自分を認めたときに初めて自己肯定感が高まり、自分からいろいろな人に話しかけられるようになります。今の自分を認めて次の一歩を踏み出しますか？それとも今の短所を直すのに一生時間をかけて永久に堂々巡りをしますか？決めるのはあなたです。ライフワーク、転職を見つけるためにはどうすればいいですか？コンフォートゾーンから出てプチチャレンジをしてみる。仕事はライスワーク、ライクワーク、ライフワーク、転職の3パターンに分かれます。
ライスワークとはご飯を食べるための仕事のこと。生きるためには収入が必要で、ご飯を食べるためには嫌いな仕事もしなければなりません。ライクワークは自分が好き、楽しいと思う仕事。例えば人と話すことが好きなら、接客業や営業などコミュニケーションが必要な仕事は楽しいと思えるでしょう。あるいは私のように文章を書くのが好きで、文章を書くことで生計が立てられるのなら、それもライクワークと言えます。そしてライクワークの割合を増やしていき、さらに突き詰めていくことで、これこそ天職だと思える。それがライフワークになります。私の場合やりたいことは情報発信によるメンタル疾患の予防なので、 YouTube はライフワークと言えるでしょう。ライフワークは新しいことに挑戦することで見つかります。挑戦といっても大きなチャレンジではなく、自分の知らない世界をちょっと覗きに行くイメージです。私たちは自分の知っている場所、人、仕事、コンフォートゾーンで生活をしています。今の仕事がライフワークだと思えないのなら、自分の知っている世界の中には天職はないということ。コンフォートゾーンから出ない限りライフワークは見つかりません。そこでコンフォートゾーンを出て、ちょっとしたプチチャレンジをしてみましょう。異業種の人と雑談してみたり、生まれて初めてキャンプに行ってみたり、そんな些細なことでいいのです。また自分の好きというアンテナや好奇心を信じて動いてみるのもいいでしょう。好きなこと、楽しいことをやりながら、それを積み重ねていく中でライフワークが見つかるかもしれません。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。ちょっとのお疲れはちょっとのうちに癒す。これ結構大事だなって思うんです。心も体も疲れって少しずつ積み重なって、いつの間にか大きくなっているものですから、ちょっとの段階でいかに癒していくかがポイント。本書は樺沢さんが発信された9年間、5000件の回答から反響の多かったものがリストアップされているので、あなたの悩みもきっとあるはず。そして面白いのは、すべてのトピックに該当する YouTube 動画へリンクする QR コードが設置されているので、動画でもその内容を見ることができるんですね。本プラス動画というのが新鮮で面白いですよね。あなたもちょっとのお疲れ、癒しちゃいましょう。興味のある方は、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド、見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。